早速出てカサゴ釣りをスタートした途端に、この方はカサゴ釣り名人トールちゃんです。早速ですね、落としたばかり。さあ野津くんの船に乗っております。おはようございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。本当始めた途端、はい、まだ回してもないのに釣れましたね。そうですね。やっぱ名人ですね。さすが名人。すごい。照れるじゃないですか。いや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 。お、いい方。来ました。いいですね。名人の第1号。やっぱり名人でした。早速、はい、1匹目釣り上げたカサゴ釣り名人のトールちゃんです。今日の目標を教えていただけますか。早速1匹釣れました。今日はいいんじゃないですか。はい、調子がいいですね。ねえ、目標はもう15匹ぐらい釣れないかなと。15匹トールちゃんにしたら控えめな目標かもしれませんね。そうですね。さっき10匹って言ってたけど、欲を釣れたんでこうね、これはいけるぞと。さあ野津くん、はい、今日はどこでしょう。ここは今日はね、これ、観光港沖ですね。はいはいはい、まあ、すぐ近く、こちら側五島で観光港沖にやってきました。はい、今日は平場じゃなくてカサゴを釣りに、ね、ということで、はい、今が旬なカサゴを狙っています。やっぱこの辺りはカサゴ釣りにはとっておきの場所というか。そうですね。やっぱこうやって島がもうすぐ近くってことは、下にもね結構岩とかね山とかがあるんで、そういうところにこの根魚のカサゴは生息してるんで。あとカサゴ釣りはよくちょっと潮を選ばないとなかなか難しいというふうな話をね。そうですね。教えていただいていいですか。どういう潮がカサゴ釣りに。例えば大潮とか、潮がいっぱい動く時っていうのはやっぱそのデコボコした海底を狙っていくので、どうしても根がかりって言ってね、はい、海底にへばりついてる魚なんで、潮が速すぎるとちょっと、釣りにくいというか。じゃあ魚、はい、来ました。早速いやもう初めて5分でもう2匹目が。今日はこれ良さそうですね。良さそうですね。あらららら、順調に名人上げております。野津くん、水深はこの辺りはどれぐらいなんですか。今はね、だいたい60メーターから40メーターぐらいまでの間中で。来ました。いいですね。でもね、唐揚げ最高ですね。やりました。バッチリですね、これね。よし。いや、今日もいい釣りにこれはなりそうです。ちょっと今ね、餌がついてますけど、はい、トール名人、はい、今日はどんな餌か教えてもらっていいですか。今日はサバの皮ですね。あ、サバの皮、皮の部分がいいんですか。がいいですね。へえ。これは今まで一番良かったんで。サバの皮、なんか皮だからこう餌の持ちも良さそうですよね。結構長持ちしますよ。で、割とこう長く垂らす感じがいいですね。いい感じなんですね。これなんか漬け込んだりは。いや、僕はもう今日は塩だけ。もう塩サバの皮の部分をという。塩漬けしとるだけなんで。こちらいいですか。もうまさに皮の部分を塩漬けと。で、もう一ケースというか、こちらは何でしょう。これがイカ。はい。イカそうめんとか。イカそうめん。これは普通に売ってるイカそうめんを塩につけとる。イカそうめんの塩漬け。ぬめりをとる。そうなんですね。これが名人の今日の餌でございます。野津くん、野津くんの船でトール名人が一番カサゴ釣りは上手だと。そうですね。これ上手なカサゴ釣りが上手なポイントってどういうところになるんですか。やっぱりその仕掛けを浮かしすぎないというかね、その海底にいる魚なんで、根がかりは怖いけど、海底をいかに長い時間餌を置いとけるか、かつ根がからないようにするっていう、この根がからないかつそこをずっとね注えるっていうのが上手かどうかっていう一つの基準になるかな。
じゃあもうそこの落とすと上手に付き合えるかどうかそうとですね、根がかりしないか。多分ね最初はね石こういう感じでねやっぱりね、やっぱこのやっぱ根がかりとの戦いという感じなんですね。今流し始め60メーターくらいから始まってて、今もう53メーターどんどんどんこう斜面をね登ってる感じなんですけど、もうその登ってる上り坂の途中にいるような魚なんで、さっきね潮の大潮とか潮の話の途中でトール名人が釣りましたけれども、やっぱカサゴがその大潮の時は食いつかないんじゃなくて、とにかく釣りにくいということで、釣りにくくて根がかりも多くて、で逆に全く潮が動かない時も、今度船が動かないから、ポイントが変わらないから、なかなか数釣るのが難しい。適度にこう船がね潮だったり風でこの斜面とか上り下りの海底をこう動いてくれる、微妙に動いてた方が動いてくれると新しいポイントに入ってくるので、それが早すぎると根がかるし、動かなさすぎるとポイントが変わらない。今日はね比較的潮的にもいい潮なんで難しい。まあ本当じゃあ潮がとにかくそうですね、カサゴ釣りは重要であると。そうですね。まあどの魚も潮がねそれぞれ大事ですけどね。名人は今日はまあどういう仕掛けを使ってますか？この分です。ちょっと見せていただいていいですか、これ。シークレットの仕掛けが。これが名人の皆さん、これねもう極秘情報ですよね。めちゃくちゃ釣る男。だいたいいつもこれなんですか？もうこれが一番釣れる。どうでしょう、この特徴のつくんを教えていただいていいですか、この仕掛けは。仕掛けやっぱりね胴付き仕掛けで、これちょっと分かるかな、ここにビーズが入ってるんですけど、ビーズ、これが餌がついて落としていくときに、見切りと横に出てるんですけども、餌がどうしてもねこういう大きな餌になると抵抗を受けてくるくる回っちゃうんですね。でその時にこのビーズが絡まないようにこうくるくる回ってくれるようになってるので、やっぱこのビーズ付きのものがいいと思います。であとこのハリス部分、この横に出てるこの長さも結構大事だと思います。今ねトールさんこれ20センチのでやってます。これものによったら50センチとか15センチとかいろんなのがあります。長くなればなるほど絡みやすい、短くなればなるほどアピールが減るっていうので、僕は15センチから20センチが好きですね。でこの下に重り付けて、ここにビーズがないとここにサバがついて落ちていくときにこう上にね重りが下で餌が浮くんで、ここでくるくる回っちゃうんですね。で絡むのを防止するこういうビーズ付き、これが肝だと思います。これが名人愛用の仕掛けでございました。さあ野津君も今日は調査で。そうですね、今日はジュンスが食べたいって言ってたカサゴの唐揚げを釣れたらいいかなと。食べたいですね、めちゃくちゃね。僕はもう食べることばかりしかねもう酒のあってがこう上がってくるイメージでいますけれども、よだれ垂らして野津君の仕掛けどういうものかちょっと解説してもらっていいですか？これがね、さっきのここのハリス部分、これが15センチですね。あ、本当ね、これビーズがこうね、ついてますね。これがくるくるこれがまあ絡まないし、いいということなんですね。でも単純に重りがあって2本の胴付き仕掛けということですね。ここの長さが人によって違う、好みがあるよと。野津君は15センチぐらいが下手くそなんで、これ長くなればなるほどね根がかりしやすいんですよ。どうしてもトンってつけてずるずる引っ張る感じなんで、もうこの時点で結構下に針がある状態なんですよね。なのでこれ長くなればなるほど釣れる確率は上がるけど根がかる確率も上がっちゃうよというような仕掛けですね。そういう意味でカサゴは本当じゃあ根がかりとの勝負、仕掛けを下手だったら仕掛けがどんどんなくなってしまうしと。でもね、仕掛けがなくなるのはもう仕方ない釣りではあります。もう肌からそういう場所に落としていってるんでね。